皆さんこんにちは、なおです。いつも私のチャンネルを見ていただきどうもありがとうございます。前回のシナンジュスタインの動画ではエングレービングの塗装を行いましたが、今回は塗装を踏まえたパーツの加工、塗り分け塗装、それに完成までの工程を行っていきます。ライフルの合わせ目ですが、そのまま組み立ててもあまり目立たないんですが、これを消したい場合、塗装してから組み立てるか、それとも後はめ加工するかのどちらかになるんですが、今回は後はめ加工を行っていきます。このライフル、ところどころ塗り分けをしないといけないんですが、今回はその塗り分けをする箇所に合わせてパーツ分割を行って、後はめ加工と塗装のしやすさを両立したいと思います。分割ラインが直線的ではないので少し難しいかもしれませんが、道具を使い分けて慎重に進めていきます。分割でできた隙間はプラ板で埋めます。今回は 0.3mm のものを使用しました。パーツの合いを確認しながら作業を進めていきます。このライフル、シナンジュのものに外装をかぶせるような構造になっていますが、下からスライドして入れられるように余分なところをカットします。バレルの部分は途中でカットして両側から挟み込む形にします。もう少し簡単に後はめ加工はできるかもしれませんが、今回は塗り分けを考えたやり方にしてみました。続きましてふくらはぎのスラスターなんですが、これを稼働させると膝の関節が浮いてしまうんですね。それでこれを回避するためにパーツの一部を切断します。切断するのは約 1mm くらいで大丈夫だと思いますが、あまり切りすぎると中のポリキャップが見えてしまうので注意します。続いて膝のスラスター部分、ここはモナカになっているので、外側からは見えない位置で片側を切断して、もう片方のところに取り付けて合わせ目を消します。加工しないパーツはゲートアウトやパーティングラインの位置を確認しながら表面処理を進めていきます。腰フロントアーマーの内側、ここも今回作っていきます。方眼紙の上にパーツを置いて大体の形をトレースします。次にトレースした線を参考に直線的な形を描いていきます。内側のデザインはマスターグレードのシナンジュスタインのものを参考にしました。方眼紙で下書きが終わったら次にイラストレーターで描いていきます。イラストレーターで描いたものをシルエットカメオで出力してみました。切り出したものは余分なところを切り抜いて形を出していきます。次にこのパーツをアーマーの裏側に貼りたいんですが、このままではうまく貼ることができないので、エポキシパテを使って空洞の部分を埋めて平らにしていきます。パーツが平らになったら合わせてみて
位置などを確認します。今回のパーツの加工はこれで終わり。加工しないパーツも表面処理が終わったら洗浄に回します。パーツが乾燥したら次にサーフェイサーを拭いていきます。サーフェイサーが乾燥したらいよいよ塗装に入ります。デザイン工とアニメの設定がかなり印象が違いますが、今回はデザイン工を参考にして塗装していきたいと思います。今回フレームの色はライトブラウンを少しだけ調色して使用しました。メインにはガイアノーツのスチールホワイトを使用します。紺色はフィニッシャーズのスーパーディープブルーに白を少し混ぜました。スミレは3色を使用していきます。次に塗り分け作業を行っていきます。肩の関節パーツですが、一部が外装を兼ねているので外装色で塗り分けます。腕のスラスターの部分、ここはエナメルのダークグレーで塗装します。はみ出たところは拭き取れるのでマスキングも簡易的なもので大丈夫です。腰サイドアーマーのノズルのパーツ、ここはサイドアーマーの内側のパーツも兼ねてるんですが、全体を白で塗装した後にノズルだけマスキングをしてフレーム色で塗り分けます。シールドの塗り分けですが、この細長い部分の側面だけを白で塗装します。メインカラーを塗った後に側面の下の部分の境界線をマスキングします。次に白を側面に塗装します。白が完成したら次に側面をマスキングします。最後にメインカラーを塗装すれば塗り分けが完了します。境界部分に墨を入れると境界線が目立たなくなるので入れておきます。ライフルの塗り分けはマスキングをして行っていきます。腰リアアーマーのダクトの部分をエナメルのダークグレーで塗装します。フェイスパーツの顎の部分、ここはフレームと同じ色で塗り分けます。筆でラッカーの上に重ねてラッカーを塗る場合、下のラッカーが溶け出してくる可能性があるので、今回はフレーム色と同じ色をエナメルで調色して作ります。これで塗り分け作業は完了です。次にデカールを貼っていきます。マスターグレードのシナジュスタインバージョン K を参考に144分の1ユニコーンガンダムのデカールを使っていきます。デカールが貼り終わったら艶消しクリアを吹いて乾燥させます。トップコートが乾燥したら次に組み立て作業を行っていきます。
組み立てる際に接合部分に塗料がついているとうまくはまらなかったりする場合があるので、剥がしてから組み立てます。はい、というわけでシナンジュスタインナラティブバージョン完成しました。続いてギャラリーとプレゼントのお知らせがあるのでご覧ください。はい、というわけで今回の動画ここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。今回完成したシナンジュスタインナラティブバージョンの応募方法ですが、概要欄にも記載しておきますので、注意事項等ご確認の上ぜひご応募ください。ここまでご覧いただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。